はい、それでは始めさせていただきたいと思います。皆さんこんばんは。私、日本建築家協会、JIA 住宅部会部会長の小山明と申します。よろしくお願いします。本日ありがとうございます。本日はですね、お忙しい中、この家づくりトークにご参加いただき、本当にありがとうございます。私たち住宅部会では、建築家同士の交流や研鑽だけでなくてですね、建築や住まいの魅力をですね、社会に広く伝えていくということも大切な役割だと考えております。そのような思いから、建築関係者だけではなく、これから家づくりを考えている方や、建築に興味をお持ちの一般の方にも気楽に参加していただきたいという場として、この家づくりトークを今回企画しております。今回ですね、会場と Zoom で合わせて780名近くの皆様にご参加いただいております。ありがとうございます。本日の話がこれから住まいを考える皆様にとってのヒントとなり、また建築に関わる皆様にとっても新たな気づきや交流の機会になることを願っております。それでは早速家づくりトークを始めたいと思います。本日はどうぞよろしくお願いします。それでは第1回ですね。第1回ということで、今回司会をしながら自分のプレゼンをするとちょっとイレギュラーなんですが、実験台ということで、今回は私小山明が2024年に JIA 住宅部会部会賞住宅選を受賞した葉山ハッツについてお話したいと思います。本日はですね、コメンテーターとして建築家の関本隆太さんにお願いしています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、関本さんに拍手をお願いします。それでは早速始めていきたいと思います。はい、こちらの作品について話したいと思います。葉山ハッツというプロジェクトで、これはですね、場所が意識海岸のそばになります。ちょっと奥まったところにあるんですけれども、こういったちょっと大きなクスノキが何本か生えている特徴的な敷地になります。まず自己紹介をさせていただきます。小山明と申します。ですね、いろいろごちゃごちゃ書いてますが、東京とあとロンドンの方にずっと住んでいたので、海外の方の、チッパーフィールドのところで働いたりもしていました。で、事務所自体は、2005年に設立したので、去年でちょうど20周年を迎えたという状態です。はい、ここに一応SNS 関係のリンクもありますので、写メを撮っていただければ後でご覧いただくこともできるかと思います。で、葉山ハッツですね、おかげさまでこちらのプロジェクトは、いろんな賞をいただくことができました。で、やはりこのプロジェクトはですね、実は15年経って初めてやった住宅なんですね。なので、この住宅の前はほぼほぼ住宅をやっていなくて、久々にやった住宅ということで、リハビリも兼ねてずっと商業建築ばっかりやっていたので、こういったプロジェクトをやりました。で、まずご要望ですね。実はこれ別荘なんですけど、1000平米ぐらいの敷地があって、で、そこがですね、開発をかけるという話がありました。なので他のデベロッパーさんとかがその敷地を買ってそれを分別してですね、開発するという話があったんですが、ちょっと接続の問題がありまして、それを結局私のお施主様が了解しない限りちょっと開発が難しいというところもあって、そんなふうに環境が変わってしまうのであればもう一個別荘を作ろうかなというのがスタートであります。で、サマーハウスということで、海岸四季海岸からも近いので、海から帰ってきて気軽に出入りできるようなお家と。で、お施主様のご要望としてはいかにもコテコテした感じっていうんじゃなくて、もうちょっとラフなリラックスしたカジュアルな雰囲気のお家がいいというお話をいただきました。でも本当小屋でいいという感じだったんですけど、でもプールは欲しいと。なんでもうその時点で小屋じゃないかなと思ったんですが、で、あとはお子さんたちももう皆さん大きいので、ご友人が結構たくさんに泊まりに来るかもしれないということで、比較的たくさんの人数が泊まれるようなイメージをしてました。で、車も大体5台ぐらいですねっていう形でレイアウトをしてます。先ほど冒頭に小山さん久しぶりにというかね、15年目にして予約住宅みたいな
このおせっさんとはどういうつながりだったんですか？ですね、実は商業系の建築をやってた時に、知り合った方で、多分最初お会いしたのは97年ですか、98年ですね、結構前なんですけど、ザラのお店をやってた時に、知り合った方ですね、その方とは結構長いお付き合いで、実はこの住宅をやるちょっと前にその東京の方のお宅のキッチンのレノベーションをちょっとしたいというお話があって、それをお手伝いしました。で多分もしかしたらそれは実はトライアルだったんじゃないかなと思っていて、こいつ仕事できんのかということでキッチンだけでも作らせてみろって多分お気に召していただいたので、じゃあやらせてもいいかなという感じですね。でこれが敷地になります。ちょっとこの写真だけだと分かりにくいんですけど、高低差が手前と奥で2メーターぐらい、一番この奥に向かってこの辺が一番高いんですね。で実は結構この一式の敷地ってこうセットバックを本当はしなきゃいけないんですけど、結構競ってるお宅もあって、もともと多分この土地自体がここのお宅の一帯だったみたいで、ここになぜか扉がついてたんですよ、この辺りに。で実はこの一帯は何閣でしたっけ、名前出てこないな、桂太郎さんっていう政治家が明治期にいるんですけど、その別荘がこの一帯にあったらしいんですね。なんでこの辺のクスノキは実は日露戦争の戦勝祝いに植えたクスノキということだそうです。でこの辺当然この敷地の中3本ぐらいあったんですけど、これがやはりデザインする上では結構重要な、ファクターになってました。先ほどの冒頭のね、なんか浮世離れしたようなビジュアルがすごくね、印象的で。でも本当に最初に我々仕事ってこんな感じですよね。そうですね、想像がつかないですね。これをどうせっていうみたいなところからね、あそこに持っていくってことですもんね。そうですね。やっぱり小山さんとしてはそこにある今言ったクスノキ、これが鍵になるみたいなところはあったんですか？そうですね、それはありました。で結構これ仕事としてはかなり長い、最初2000なので19年ですねの1月に最初お伺いして、でこれが実は最初のファーストプランで、この時はあれ誰だったんだろうな、みんな忙しくて誰も手伝ってくれなくて、一人空いてる人にちょっと作ってって言ってスケッチアップですぐ作ってもらいました。ちょっと僕もあんまりこの時住宅はもやってないし、僕がスケッチ書くよりも口で話した方が早いかなっていうので、これはそのプールっていう話がまず最初にあったので、プールがその裏の住宅から見えない方がいいんだよなっていうことで、こう L 字で覆うようなっていうのがファーストプランですね。なのでリビングダイニングがあって、この辺に、寝室群ですね。でこの奥がキッチンでっていうことで車庫があったというような、結構でもプールがかなりこの段階ではオープンな感じになってました。なのでよくやはりこう最初に、巨匠っぽくスケッチを描いて出すっていうのが僕らはできてなくて、突然スケッチアップのモデルが出てくるみたいな感じでちょっと当たりをつけるっていうような感じでやってました。これは接種には見せてるんですか？見せてます。なるほど。じゃあ小山さんがいわばこんな感じで作ってみてよっていうのをパパッと作ったやつと、そうです。こんな感じでとりあえずもうそこでドラフトで見せちゃう。でその辺はお客さんによっても変えていて、結構よく知ってる人ではあったので、ちょっと簡単に作ってみたんで見てもらっていいですかっていう感じで見せてるので、これが例えば初めてのお客さんである程度気合い入れて見せた方がいい場合は、その辺顔色を見ながらもうちょっと仕上がったものにしたりとかっていうのはやります。確かに先ほどの関係性があるからできることで、最初にいきなりちょっとこう出すとがっかりさよならみたいなこともあり得るじゃないですか。それはありえますね。じゃあそういう関係性があるから、それはとりあえずそれででも小山さんの場合ちょっとそれで相手の反応を見てるみたいなところ、それはやりますね。で次がですね、でちょっとしばらく間が空きまして、でなんかそもそもこれ建てるのかどうしようかなみたいな話がやっぱりあるので、そんなにせっついてどうしても建てなきゃいけないお家ではないので、ちょっと考えてみようかなみたいな話にやっぱりなりまして、その間に僕らもファーストプラン作った後にこんなんでいいのかなっていう話とか、あとおせっさんの方からもこんな大きいのいらないよと、もう小屋でいいから小屋でっていうふうに言われて、で小屋にしてみた案なんですね。小屋じゃない、実際やっぱ小屋にはならないんですけど、こういったこれがもともとの L 字案で、敷地がこういう形状なので、この場合はプールがメインだったんですが、そもそもプール作るかどうかとか、あとはこういった外部空間をそれぞれの場で作るっていう
案とか、これも同じですね。これも敷地をこういうふうに分割して、こっちの庭とこっちの庭とこっちの庭っていう作り方とか、であとはこの辺はこう分散したこれが結局最後葉山発につながっていくんですけど、こういった小屋をですねこう分散して全体を作るっていうようなオプションを考えました。でもなんかその小屋っていうね、なんかキーワードからなんか小さなちょこんっていう小屋を僕なんか想像してますけど、結構最初からこう分棟というか、結構その部屋数が要求されてたってことなんですか？いや、それがですね、ご主人からは「いや本当ちっちゃな声でいいから」って言われてたんですけど、でもいろいろこのやっぱりゲストルームいるしなって話をしていくと、すいませんね、やはりどうしても面積的には大きくなっていくというところもあって、なのでそこは最初からちょっとギャップはあったかもしれないですね。で僕も普段住宅を全くやってなかったので、もともと最後にやった住宅絡みって海外系のやつだったので、そもそも小さい住宅はあんまり設計してなかったっていうのがあって、大体やっぱ300平米ぐらいっていう感じで作ってましたね。これを全部小山さんのスケッチ？違います。これ多分スタッフに書かせてます。あ、なるほど。手の動くスタッフに。僕多分ほとんど口しか動かしてないので。そうなんですか。そうなんです。面白い。巨匠で本当は自分のスケッチを書いた方がいいと思うんですけど、もう書ける人が書けばいいと。でもし誰も書けなければ書きますけど。でもそれでいうと、例えばチッパーフィールドで働いた時に後で出版された本を見ると、最初にすごいスケッチがあるじゃないですか。見たことないんですよね。いつ書いたんだろうと思って。だから意外と後付けじゃないかっていう気がちょっとしてるんですけど、ここオフレコの方がいいですか？まあいいや。すいません。で、そこからですね、その2に絞ったと。で要はこの分散分棟型、もしくはこの L 字型っていうのがいいかなと。でこの時に、実はこの2案って結構似ていてですね、これの場合には各部屋が完全に分かれてて、外を出なきゃいけない状態、これ完全に外部なんですね。だから多分実際使うものとしては結構ハードルが高いというか、雨降ってる時は結構面倒くさいので、これはそういう意味でいくとちょっと分棟気味に作ってはいるんですが、ここの相互以外は全部つながってるんですね。だから機能的にはそれほど無理がないというようなプランになってます。こういったプランどのくらいのこのインターバルでやってるんですか？ケースバイケースですね。だからなんかせっつかれたら急いでやりますし、なんかゆったりしてれば他の仕事もやっぱりあるので、これの場合だとどうでしょう、9月でも結構すぐやってますね。1ヶ月弱ぐらいなので比較的早かった。でこの辺は多分レファランスで、多分この時もパーゴラをつけるみたいなイメージはあったんだと思うんですね。こういった写真を集めてたので、で、そうだ、ここでパワポ出てくるんですね。で L 字で分棟かなという話になりまして、でそれがやはりですね、この周辺が先ほど申し上げたようにこういったところとか、あとこの裏に庭があったりとか、いろんなでこっちにはとある芸能人の別荘があってっていうことで、それぞれの周辺との関係を作る上で、当初の一番最初の L 字案っていうファーストプランがあったんですけど、それだとジェスチャーが大きすぎてですね、屋根がただドーンとあるということを考えると意外と作りにくいなということで、屋根をつながってはいるんだけど分棟で分けてあげれば、それぞれの屋根の大きさ自体をですね、勾配を変えたりとか向きを変えたりっていう、こういったスケッチ、これ僕のスケッチじゃないんですけど、これスタッフの上手なスケッチなんですけどっていうような風にすれば関係が作りやすいかなということをやってます。でそれをこの段階では分けたものの、やっぱり外部での環境を作った方がいいかなということで、こういったパーゴラでつなぐと、でクスノキがその間を取り持つというような作り方になってます。でこれがすみません、これも僕のスケッチじゃないです。これも上手なスタッフのスケッチなんですけど本当は僕のスケッチの方がいいんでしょうけど、でこれの場合はこの中のつながりですね。結局実は、この胸とこの胸とこの胸は木造なんですけど、こここれ本当つながってますけど、ここは実は鉄骨なんですね。っていうのは、ここら辺は全部壁で結構分断できるんですけど、ここはやっぱりどうしてもここですね、このリビング側とそのキッチンダイニング型の空間に隙間を空けて屋根は分かれてるんですけど、中をつなぎたいって言った時に木造だとちょっと壁がどうしても出てくるので、それが難しいかなと
いうことで、これがやっぱりその空間のポイントというか、この連続感で、ここがちょうど中庭を面しているこの L 字になっているところですね。でこれがちょうどこの反対側のキッチンカウンターというような形ですね。鉄骨木造とかね、技術的なところは多分小山さんの方で、判断している部分で、立主さんが望んでいることではないと思いますけど、結構すごくこだわるんですけどね、立主さんはシンプルな小屋でいいんだって言ってくれて、どんどんシンプルな小屋がどんどん離れていくような印象があって、そうですね、そこに立主さんはどうコミットしてるのか、結構細かい要望とか、このインターバル、中間で結構言ってるんですか？そうですね、その辺に関して言うと、やはりですね、コメントはやっぱりされるんですけど、当然ご夫婦で少し意見が違ったりとかっていうのもありますし、あとはだんだん慣れてくるんですよね。最初はなんか、いやもうちょっとちっちゃくてもいいかな、でも確かに言われた通りの要望を全部入れていくと結局やっぱこの大きさにはなるので、だからそれは多分途中段階で絞ると、これと部屋とこの部屋なくしちゃっていいですかって、でもそれやっぱり欲しいなっていうことで、そこは最終的に無駄な空間を作ってもしょうがないよなっていう意識の中で、多分自分を律するというか、ちょっと余分なものはなるべく作らない方がいいかなと思ってても、結果的にやっぱりでも必要かもしれないってご納得されたんだと思います。興味深いですよね。だから多分小山さん、結果的にですけど、小山さん壁打ちのようにして返ってくる球を打って、自分が本当に望んでるものが少しずつ見えてきたみたいな。そうですね。多分お客さんの AI 的な感じで壁打ちに使われて、でもそれやっぱやってみないとわからないというのがあるかなと思います。なんでこの辺で方針が決まったところで、この辺もう CAD に入っていってるんですけど、で同時にこの時はもうパースはレンダリングしたものを作ってますね。でこれちょっと赤字で読みにくいんですけど、それぞれそのお客さんとお打ち合わせをしていただいたコメントをもとに、例えばこの時はスロープいるかなと結局なくしたんですけどっていうようなそれぞれ対応した部分っていうのをコメント書きながら、基本的にはこの頃まだ Zoom とかってあんまり使うってた2020年なんでまだそれほど使った時期じゃないので、基本的には対面でお話して毎回ご意見をいただいて更新するっていうことになってました。このコメントが入っているのは、その打ち合わせ後にその時のコメントを入れたものをまた出して確認しながら次回の打ち合わせをしてるということですね。前回いただいたコメントをおっしゃってましたよね。でそれをこういうふうに更新しましたよっていうのを分かりやすくするために赤字で書いてあるという状態ですね。で、なんか出てます。これって。すみません、こっちのズームが終了してしまって。切れちゃいました。はい、じゃあ音声が会場に聞こえてないと思うんですけど。なるほど。一回止めた方がいいですか。すいません、ちょっとトラブルが起きております。じゃあすみません、今日取り直して大丈夫ですかね。井上さん大丈夫そう。録画が開けてますか。じゃあすみません、後でつなぐので。はい。何でしたっけ。すみません。でですね、先ほどのこれいう形でちょうどこれは2020年ぐらいなんですけど、でやっぱりちょっとそれほど急いでないプロジェクトだったってこともあって、ちょっと進んだり止まったり進んだり止まったりってことを繰り返したんですけど、で一旦概算を3月ぐらいにいただいたんですが、ちょっと施工業者さんがですねなかなかしっかり決まんなかったっていうこともあって、で当初出た概算もちょっとコスト的にどうなんだろうっていうことであったりとか、あとはそもそも施工者さんがちょっと工事が難しいかもというお話もあってですね、それで、もう一度一旦施工業者さんを探すというところにもなったので、ちょっと間が空きました。もともと2020年7月に着工したかったんですけど、でそこでかなりゆったりしたのでその年の終わりですね、約1年経っちゃったんですが、そこで実施図を提出して、年明けに本申請出して、で2月から着工ということで、これはダブルボックスさんという施工業者さんを紹介していただいて、工事を始めました。やっぱりこの辺のタイムテーブルがすごく難しくてですね、で僕たちも
まあ、設計事務所あるあるかもしれないですけど、なんていうんですかね、こう他のお仕事との絡みもあるので、スケジュールがずれるとすごく調整がしづらいという形で着工しました。で、まあ、この辺りは実施図ですね。まあ、これで何が難しかったっていうと、やっぱ鉄骨と木造をつないでいるので、この辺のエキスパンションジョイントが構造的に別になるので、そこを正直機密を取るっていうのが相当難しくて、かなりそういう意味で言うと、その今機密テストとかっていうことでいくと数値はすごくいいっていうことではないですね。ただまあここのやっぱり抜け感っていうところが非常に重要だったので、まあ、そこはかなりこだわったポイントではありますね。まあざっくり説明をすると、まあ、ここがその玄関的な場所で、まあ、サウナと、水風呂があって、まあ、ここが脱衣で、これがランドリールームですね。なのでお客さん来られると、まあ、そもそももう靴を脱ぐとかって声がなくて、そのままサンダルだとか裸足でこの辺歩き回ることがあるので、まあ、ここで水着に着替えてで出てくると。で基本的にはここの段差ですね。ここで初めてここだけ靴を脱ぐとかにはなっていて、あと寝室の方にも靴を脱いでいるという形になっています。担当されたスタッフさんっていうのは基本1人ですか？2人います。で、メインのスタッフ1人と、で、もう1人がアシスタント的に入ってました。で、そのメインのスタッフは本当にそのお客さんとの関係がいいので、実はそのスタッフも卒業してるんですけど、協力はしてくれていて、今も実はおせっさんの、物件をもう1個、軽井沢の方でちょっと別の別荘をちょうど今実施設計中です。独立されて、はい、でまたその同じおせっさんの仕事をそうですね。はい、あ、いいよですね。はい、可愛がっていただいたので、なので、いつもその元スタッフにはかなり助けていただいてます。さっきのスケッチとかも、そのスタッフです。はい、とても優秀な。優秀ですね。はい。まあ、こういった形で、こう、屋根が分かれる。で、このパワーがもともと全部つながってたんです。これも、まあ、そこまでなくていいかなっていうことで、このメインのリビングダイニング前のところに外部空間的な形でパワーがあって、まあ、オーニングもここについてるんですけど、っていう場所になっています。これが実設計図のパーツですね。なんで、この手のパーツはものすごいたくさん作ります。これは中古写真じゃないんですじゃないです。すごいですね。確か、うちの袋がこれが、もうできたのって言われて、いや、まだできてない。で、これはですね、僕らが今よく使っているのは Rubion っていうソフトなんですけど、もともと霊園のお仕事で、樹木総合省をずっと設計したんですけど、そうすると建物出てこないです。ほぼほぼ植栽なので、その 3D で植栽作っちゃうとすごく重いじゃないですか。で、ルミオンっていうのはそのモデルじゃなくて、その植物自体のデータがあるので、それ使うとこう森みたいなの結構自然に作れるので、まあ、そのソフトを使うと、まあまあ、フォトリアルに作れるので、おっしゃる通り、ほぼほぼ再現できるんですよ、写真みたいな。だから、やっぱり仕上げ、僕らやっぱり実は模型、最近あんまり作らなくて、その最初の、なんていうんですかね、まあ住宅の場合は作ってもいいかなと思って、今やってる住宅は作ってますけど、敷地が自由じゃない物件の方が多いので、模型のボリューム作っても結局1円で決まるみたいなところがあって、それ以上形も変わらないんですよ。そうするとやっぱり仕上げだとか、っていうところが重要っていうと、それを模型で表現するのはすごく難しいので、あと変更がやっぱり圧倒的に早いので、で、慣れてくると、そのパースの感覚もほぼほぼ実際に見てる感覚に近い感じできるので、まあまあ判断的なのもあって、まあレンダリングはすごくいいですね。テレスさんもさっきのすごく細かい実施図見てもわかんない。わかんない。これ見ると、そうです。あ、いいですね、とかそういう感じになりますね。で昔はよくそれこそ、パース屋さんにお願いしてとかっていうと、1枚ね、なんか10万とか20万とかかかってるのが、もう今、いくらでも出せちゃうので、昔はもったいぶって出してましたけど、今はもう、お安いで、どんどん変わったら、毎回パースで確認していただくっていうことの方が多いかなと思います。逆にそういうイメージギャップが生まれることも逆に少ないですか、それ。少ないです。だから、ある意味、その、切さにたまに、前やったオフィスの人に言われたんですけど、いい意味で驚きがないっていう、その要は、うわちゃーっていうのがないと。ある程度その想像、CG で見た通りのものが実現できるってすごいですねっていうふうには言ってありました。唯一多分分かりにくいのはスケール感ぐらいだなと思っていて、
あとはその素材だとか、日の当たり方とか、そういったところはかなり判断できるかなと思います。でなんか白井がおっしゃったのが、VR をかけるとスケールもわかるって言ってて、僕やったことないんですけど、ちょっとその実験してみたいなと思います。で、着工ですね。ちょうど2021年2月。コロナがちょうど始まったぐらいですかね。多分マスクしてる写真もなかったんですけど、で、これは、僕いつもドローンを、多分これの半年ぐらい前に買ったんですかね。だから空撮がものすごい、これインスタの投稿なんですけど、これは動画になってるんだけど、流せる。こういう感じで、これ、施工者さんと一緒に敷地を見に行った時の動画なんですけど、だからこれいいのは例えば別荘とかでビューを見たいときはっていうのはその高さに合わせると大体ビューのビューに見えるかなとか、そういう確認をするのにはいいかなというふうに思います。これが地震災で、この辺が一番改造して基礎で見せていただいて、これ見ると分かりやすいですけど、この2棟が鉄骨層で、ここが木造という形です。でこれがちょうど時になります。どのぐらいの頻度で現場がやるんですか？ですね、この時は、カメラがやばい、切れちゃった。とりあえず録画はできてます。やっぱり練習なんで今日は。実は練習だった本番かのようにやってますけど、実は今日練習なんです。すいません。話は本ちゃんですけど、撮影はちょっと練習の関係。どのぐらいの頻度で？週に大体この時は1回行ってましたね。だからまあまあの頻度で、お客さんとのミーティングも兼ねてたので、最近やっぱりさすがに週1で全部の現場行くのは無理なので、いわゆるそのお施主さんとの、ミーティングで、月1とか、でもそっか、こういう時も2週に1回ぐらいですかね。多分スタッフが文化会とかで週1で行ってたと思うんですけど、僕は多分2週間に1回ぐらいかな。で、こんな感じですね。これちょうど、この動画か。ちょうど窓サッシがついたんで、開けてみたら風が気持ちよかったっていう動画なんですけど、で木製サッシでかなり均質の高い。これがやっぱり全面開けるっていうのが結構重要だったので。で、この時はケボニー材を使ったので、これですね。中にフリル樹脂を固くするっていうタイプの外壁になります。でこれここに実はちょっと松葉材があるんですけど、これ車にはねられた直後ですね。はい、はねられました。この時のこれ何月1月に車にはねられて、多分2月ぐらいで松葉材で現場に来たわけなんですけど、車にはねられて1回転して危うく死ぬところだったんですけど、まだ生きてます。でこんな感じでこれ構造の方ですね。ベルトの久田さんの方ですけど、ちょうどこの鉄骨の胸のこの隙間のところに1本だけ垂直荷重を受ける柱があるので、こんな形でできています。で、竣工ですね。で、ご覧いただくと分かる通り、結構密集してるんですよね。だからその関係を取り持つときに、この屋根の形が自由にそれぞれ別物にした方がいじりやすいというか、関係を取り持ちやすいっていうのが、やっぱ結果的にその通りだなというふうには思いました。こんな感じですね。ちょうどこれが、ここがご予定ですね。これが潮騒公園で、ここにちょろっと見えてますけど、こういった形で、この公園、後ろのお庭があるところには少し下げてあげたりとか、あとここもこの裏側はすごい下げて、この眺望を意識したりという形で、大ドルに行くと、もともとクスノキありますけど、L 字の大きなボリュームじゃなくて、それを分けて、でその間も隙間を空けてあげると関係が作りやすいよねというような作り方になっています。外壁を木を張ろうっていうのは、結構最初の頃から決まってたんですか？そうですね。それは多分最初から意識してたかもしれないです。でもそれさんに言われたのかな。ちょっとそこは僕今パッと思い出せないんですけど、多分同時にそう思ってたかもしれないです。結構この海が近いから腐食のことを考えたとか、そういうのも多少あったんですか？それはありました。それもあったので、やはりそのケボニー材を使ったのも、今だとちょっとウッドロングエクトとか使ったりするんですけど、この時はまだそういうのも知らなかったので、なるべくその耐久性があるものということで、ケボニー材を使ってます。
でこれは先ほどのショットですね。まあ、プールの大きさもですね、いろいろこの15メーター何メーターとかっていうのが、昔行ったどこかのホテルのプールがこのサイズだったなみたいな話をお伺いしながら、ただ最近プールって結構メンテナンスが楽で、昔だと結構それこそこの倉庫棟っていうか、ここの中に機械が入るぐらい結構でかかったんですけど、今もうここの蓋を開けるだけなんですよね。で、温度調整はこの裏にヒートポンプがあるので、そこにちっちゃな室外機みたいなのが置いてあって、っていうのもあって、比較的そのメンテナンスはだいぶ楽です。昔、これフランス製のプールですけど。冬も水張りっぱなしなんですか？張ってますね。で、一応上にシートはかぶせられるので、多分水を張っとかないと、多分防水のこのシートが傷んじゃうんだと思うんですよ。だから基本的には水は入れたままですね。で、あとその水もこれお風呂みたいに水入れてまた抜いてっていう感じなんで結構入れっぱなしにするんですよ。だから循環をさせて薬剤も入れてっていう形でやるので、だからこれ本当にもし毎回お風呂みたいに水入れたらものすごいお金がかかるので、はい、だから特に水を抜く穴っていうのはこれにはないんですよ。このクスノキ大きな木、はい、で多分ね根鉢がものすごい大きなことになってる。そうですね。この建築のこう基礎の距離とか、はいはいはい、その辺はなんかどういうふうに配慮してるんですか？それでいくと多分建築を始める前に、ここでお世話になってるランドスケープの方が最初からおられたので、その方ともちょっと相談をして多分建築始める前に結構枝取ったんですよね、負担かかんないようにっていうのがあって、確かにおっしゃるとおり根鉢のところの話もあったんですけど、多分基礎は基本的に中上改良は少ししてますけど、それほど大基礎ではないので、あまり、直接影響はなかったと思います。これが、ちょうどダイニングと、プール。またトラブってます。はい。どこまで話しましたっけ？で、基本的にはこのキッチンダイニングのところがやっぱりメインのスペースで、そこをほとんどもやっぱ開けっぱなしで使うということが多いですね。なんで、例えばバーベキューとかするときで、それこそもう50人ぐらいの人が来たりするんですけど、その時もプールサイドに人がいながらっていう形で、大体あそこのあれがキッチンカウンターの一つなんですけど、そこで何個焼いてっていう感じです。切れてます？難しいな。はい。はい。で、この部分がその玄関のところですね。ちょうど本当抜けみたいになっていて、で特にその靴を脱ぐこともないので、その大きなドアも必要ないと。で、実際ここから入っちゃうんですよね。で、ここ入ったところが実はこれで、サウナがあって、水道的に入って、そのままプールにも行けるというような作りになってます。なので、ここはどっちかというと水着着たままで入るようなエリアですね。玄関っていうのがないです。ないです。はい。なので、もうそういう意味で言うと、ここ全体が玄関の作り方ですね。で、これがちょうど先ほどの鉄骨のこの抜けの部分ですね。なので、こういったちょっとこう抜けて風が抜けるような場所っていうのを、このさっきのところと、あとこちら側のこの部分ですね。ここも反対側抜けるので、ここも扉が開けれるという状態になっています。これが先ほどのダイニングの中のところですね。なので、ここはもうそのままの形状なので、かなり吹き抜けとしては高いんですけど、というような作りになってます。床がコンクリートみたいな。そうです。そうですね。もうほぼほぼ土足なので、土足でも、はい、入れるよう土間になってますね。はい、で、ここのリビングのところで段差がついているので、ここでちょっとステップで上がると、もうこのフローに変わると。で、ここに、これ実はストーブなんですけど、暖炉風に見せたストーブなんですけど、ここのスペースがこうリビングのエリアというふうになっています。こんな断面ですね。なので、ここが鉄骨層で実は一体の構造なんですけど、ここで垂直荷重を取っているというような作りですね。これが全体のこの構造ウェーブになっています。で、一応ここのですね、先ほどの宿泊棟の水筒のところからこう抜けると上に上がる階段があるので、この辺は下のゲストルームとバスルームなんですけど、この上にですね、結構大きな部屋があって、ここはその雑魚寝ができるお部屋、ここに布団が入れられるようになっているので、
多分8人9人ぐらい寝れるようなスペースですね。なのでお友達がお子さんたちのお友達来た時にみんなで泊まれるというちょっと旅館っぽいお部屋になっています。まあこんなプランですね。はい。一応以上になります。いろいろとありがとうございます。いろいろ聞きにくかったと思いますけど、ちょっと初回ということで、どうもありがとうございました。じゃあ、一旦ですね、どうしましょう、最後に一言いただいてもいいですか、そしたら。そうですね、私もこの住宅完成したときに、一度見学にさせていただいて、その時は本当に小山さんとの出会いというか、最初にお会いしたのは初めてだったんですけどね。だからすごく細かいところまでよくできている住宅だったので、まさかそんなに住宅を久しぶりだったとは思わずという感じでした。だから最初のそのスケッチの段階からどんどんこういうふうにドライブしていくというか、で最初のなんですかね、おせっさんのこの素朴な小屋みたいなものでいいんだっていうところから、最後こういうプールのある中庭住宅みたいなねところに育っていくプロセスがすごく面白かったのと、先ほどちょっと中間でお話ししましたけど、立主さんも最初にこれがイメージできてたんだったらね、こうしてくれって最初から言ってたけど、多分それがわからない。その断片的なその言葉のやり取りで、小山さんもその言葉をスタッフに投げかけ、でそれ出てきたもので、あ、こういう感じなんだって逆照射を受けてね、だからなんかみんなが連想ゲームでつながっていくみたいな、誰も答えを知らないみたいな。そうですね。で最終的にたどり着いたここがゴールみたいな、だから最初にここは誰もわからなかったみたいなね、なんかそういうストーリーがちょっと見えて、それがすごく面白かったです。ありがとうございます。すいません、ちょっといろいろトラブルはありましたが、今回は第1回ということで、皆様ご視聴ありがとうございました。